皆さんこんにちは、なおこです。この動画は前回の動画の続きです。まだパート1を見ていなかったら、ぜひパート1を先に見てからこの動画を見てください。はい。前回私は結婚式について話したんですけど、今日も結婚式について話したいと思います。今日のトピック、今日のテーマ、今日話すことは3番と4番です。3番と4番について話したいと思います。じゃあ早速3番。結婚式にゲストが持っていくものと、あと結婚式でゲストがもらえるものについて話します。皆さんの国では結婚式に招待されたら何か持っていくものってありますか？何か準備しなければいけないものとか。そう。日本では結婚式に招待されたら準備するものがあります。それはご祝儀です。ご祝儀。あの、ご祝儀というのはおめでとうという気持ちを表すためのお金とかものです。そう、おめでとうという気持ちを表すためにあげるお金とものについて言います。一般的にご祝儀と聞くと結婚式で、新郎新婦に渡すお金のことについて言いますね。はい。あの、お金は特別な封筒に入れて渡します。普通の封筒じゃなくて特別な封筒に入れて渡すのが一般的です。そしてだいたいご祝儀の金額が決まっています。どれくらいお金を渡すか、どれくらいお金をあげるかがだいたい決まっています。そう。これはルールじゃないんですけど、マナーですね。マナーみたいなものです。そう。新郎新婦からご祝儀を持ってきてくださいと言われることはありません。何も言われないです。だけど、持っていく必要があります。必要はないんですけど、持っていきます。持っていくのが普通だし、マナーだし、あとは持っていきたいですよね。おめでとうという気持ちがあるので、お金を持っていきます。そう。そしてこの金額がだいたい決まっています。まず友達の場合は3万円です。3万円。そしてもし新郎新婦の上司とか親戚だったらもうちょっと多く渡します。例えば5万円から10万円くらいですね。そう。でもこれは地域によって変わるそうです。そう。あの、私はご祝儀と言ったら3万円とずっと思っていたんですけど、今私が住んでいる沖縄に来たら違いました。そう。私が今住んでいる沖縄というところでは、ご祝儀は一般的に1万円です。1万円。そう。だから沖縄の友達の結婚式に参加するときは1万円持っていきます。でも東京の友達の結婚式に参加したときは3万円持っていきました。そう。ちょっとなんだろう。大体3万円と言われているんですけど、地域によって少し違うみたいですね。そう。そしてこのご祝儀のお金、金額は2万円とか4万円、6万円は良くないと言われています。例えば2万円、この2万は1万と1万にきれいに分けることができますね。これがカップルが別れるというのをイメージさせてしまうからと言われています。そう。
あとは4万円は、2万円と2万円にきれいに分けることができるし、あとは4という数字、4という数字があまり良くないと日本では言われています。4、これは違う言い方をすると死ですね。1、2、3、4。そう、死は死ぬの死と同じ発音なので、これもあんまり良くないと言われています。縁起が悪いと言われています。そう、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20。そう、これは偶数です。偶数。この偶数はきれいに分けることができるので、結婚式では良くないと言われています。縁起が悪いと言われています。でも、8、例えば、8万円は縁起がいいと言われています。そう、8という数字は日本では縁起がいい数字と言われています。だから8万円は大丈夫です。そう。あと10万円も大丈夫らしいです。そして13579、これは奇数です。奇数。奇数は縁起がいいと言われているんですけど、9は縁起が悪いと言われています。9は苦しいのくと同じ発音なので縁起が悪いと言われています。そう。いやー、難しいです。難しい。私はこういうのはあんまり気にしないんですけど、もし相手が気にする人だったら失礼になってしまうので、いつも気をつけています。結婚式に参加する前はインターネットでたくさん調べて確認します。チェックします。あれ、これは大丈夫かなとか、これはダメだったかなといつも確認してからいろいろ準備します。皆さんの国では結婚式にお金を持っていきますか？あとは何か物をプレゼントしたりしますか？そしてもしお金を渡すならいくらくらい渡しますか？あとは縁起が悪いことって何かありますか？はい、じゃあ次。結婚式でもらうものです。結婚式に参加したゲストがもらうものについて話します。日本の結婚式に参加すると、だいたい引き出物というものをもらうことができます。これは新郎新婦がゲストに感謝の気持ちを込めて渡す結婚式の記念品ですね。そう、記念のもの。結婚式のお土産みたいなものです。そう、縁起がいいものとか、縁起がいいお菓子とか、あとは最近はカタログギフトを新郎新婦はゲストにあげることが多いです。多いみたいです。そう。カタログギフトはカタログをもらって、その中から好きなものを選んで注文します。あの、今まで私は結婚式に3回だけ参加したんですけど、そのうち2回はカタログギフトで、1回はバームクーヘンをもらいました。そう。引き出物としてもらいました。皆さんの国ではこの引き出物みたいなものはありますか？結婚式に参加したら何かもらうものってありますか？はい。じゃあ最後、4つ目。結婚式の費用。結婚式の費用について話します。正直、結婚式の費用、どれくらいお金がかかるのかってとても気になりますよね。結婚式はとてもお金がかかるイメージがあります。ウェディングドレス、ケーキ、あとお花、花束とか、そう、もちろんシンプルにやればお金は安く
なると思います。はい、じゃああるアンケートを一緒に見てみましょう。じゃじゃん、こちらです。あのーまずここは人数です。人数。結婚式に参加するゲストの人数です。そしてこれは結婚式の費用相場。費用はエクスペンスとかコストですね。相場、これは難しいですけど、相場は英語でthe going rate market price かな。そう、結婚式の大体の相場。そしてこれがご祝儀見込み。ご祝儀はさっき言ったゲストからもらうお金です。見込みは expected とか predicted かな。そう、どれくらいご祝儀をもらうかの予想です。そしてこっちが結婚式費用の自己負担金額。自己は oneself、myself、自己です。そして負担、これは難しい。burden とか load、responsibility。そして金額はお金の amount です。そう。だからこれは実際に新郎新婦が払うお金です。実際に新郎新婦が結婚式をするために必要なお金です。そう。いやー、高いですね。びっくりです。まあ、お金をかけようと思えば、どん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 高くなりますよね。ドレス、ケーキ、花。そう。でもそれをシンプルにすればもっともっと安くできると思います。何回も言いますけど、このアンケートは日本人全員のアンケートではなくて一部のアンケートなので、人によって、あとは地域によって全然金額は違うと思います。参考程度にしてください。This is just for references です。はい。皆さんの国では結婚式をするのにどれくらいお金がかかりますか？じゃあ今回はたくさん結婚式の話をしました。本当に結婚式って人によって違うと思うんですけど、どの結婚式も全部幸せをシェアできる幸せな場所なので、本当にいいですよね。はい。私はまだ3回しか行ったことがないんですけど、これからいろいろな結婚式に参加できたらいいなと思っています。じゃあ今日も最後まで見てくれて本当に本当にありがとうございました。Speaking practice, smiley face. 皆さんの国の結婚式には特別なマナーや習慣、伝統などはありますか？ For example, 日本の結婚式ではご祝儀を新郎新婦に渡すという習慣があります。お疲れ様でした。ありがとうございます。